電子機器とか医療機器なんかでも急に出てきたものはみんなそうだよね。宇宙人が作ったものですよね。気候変動はどうなりますか？温暖化についてなど。これ皆さんあれですよ、2100年の話ですからね。はい、ある意味、フィクションみたいな感じのところで聞いてほしいんですが、これも僕個人の考えですけど、今の段階で僕は温暖化は実は進んでなくて、寒暖化が進んでると思ってるんですよ。本来は。はい。だから、急に寒くなるときと、暖かくなるときの気温、あれが激しいよね。寒暖差激しいよね。それっていうのは、温暖化が始まると起きないと思うんですよ、僕は。温暖化って要は基本的に気温が基本的に上昇していくことだから、急に寒くなるってことはなくて、じゃあなんで全体的に、地球全体のね、国々のその気温で言うと上がってんじゃんと。統計的にってなるんですけども、実はね、温度が上がることっていろんな事情があるんですよ。例えば大気中の中の状態が変わったりとか。で、それって例えば私たちが知らないところで、例えばですよ、核爆弾の実験をするとか、例えば化学兵器を使った何かの実験をすることによって、それがオゾン層まで行ってしまってっていうことは、まあ起きうることですよね。だから逆に言えば、温暖化ではなくて寒くなっていく方向に2100年は氷河期が逆に向かっているので、そこに対する対策がたくさん打たれているように僕には見えます。言った方がいいかな。じゃあほら、北極とかの氷が溶けたりしてるのは、さっき言った北極の氷は溶けても何でもないですよ。実際、例えば溶けてる溶けたら以前にしてね、例えばコップの中に氷入れて水入れて、溶けたところで変わんないの分かります？そうですね。溶石と大石が同じことなんで。変わんないです。だからそういうのも含めて、温暖化を提唱する人たちのマジックですよね。もう今時南極とか北極の氷が溶けてどうとかっていう人はもういなくなっちゃったのは変わんないよねっていうのはもう分かっているし、でそもそも溶けるんですよ、いろんなものは。でもまた凍るんでっていうことは繰り返してるから、地球上は。それでだから全部バランス取れてるから、実際にもしその北極圏南極圏の氷が溶けたとしたときに、ビルで言うと60階ぐらいまで水が来るとかっていうシミュレーションした人もいるじゃない？そうならないですよ。逆にどんどん実は海面は下がってるので、今。はい。下がってます。知ってる方は知ってると思います。1200年の時代では寒暖差に対する逆に対策を打ってることの方が大きいかな。じゃあ今よりも寒暖差の差が激しくなってる。暑さがなくなってる。暑さがなくなってる。寒くなることによって日照時間も変わってくるし、大気の状態が変わっていくので、ただ寒くなる方が長生きになるって皆さん知ってました？皆さん。そうなんですか？暑い方が生命体には弱いんですよ。寒い方が実は今は医学的には科学でも長生きすると言われてるので、寒い方が実は地球の進化としては正しいです。なるほど。はい。電子レンジが実は宇宙人の技術で作られたもので、それゆえ大きさが昔から全く変わらないという話がありますが、真実でしょうか？その他にもそういうものはあるのでしょうか？電子機器とか医療機器なんかでも急に出てきたものはみんなそうだよね。宇宙人が作ったものですよね。もちろん誰が作ったってありますけども、ニコラ・テスラっているでしょ？イーロン・マスクの会社のテスラっていう、あれはなんでかっていうと、イーロンがテスラのね、すごく信奉者で、テスラをすごい科学者だというふうに認めてるのがありますけども、テスラさんが亡くなって、いろんなその論文とかね、いわゆる科学のいろんな新しいそういう発明なんかを、彼が亡くなった時に、ホテルで亡くなったんですけど、ホテルに住んでたの最後ね、そこから持ち去られてるのよ。アメリカの政府にね。その中でいろんなものが今、実は開示されてて、今のファクシミリ、いわゆるファックスの原理が書かれていたりとか、びっくりするのね、スマホもあったりするの。スマホっていう書き方ではないけど、これスマホだよねっていうのも作られてたりとかするし、現代の私たちが便利にして、インターネットもそうですし、含めて全部、テスラさんが作ってたっていうので、それで今いろんな、そういう皆さん動画とかいろんなね、サイトで見れば出てきますが、
僕が面白いなと思ったのはね、彼ってそれ全部書き残してるわけじゃないですか。書き残して誰かに見せるためにやってないんですよ。いろいろ雑文も書いてるけど、その中に彼が書いてるのがそういう興味深かったのは、自分は金星から来て、金星人なんだって書いてるんですよ。ちゃんと残されてるんです。残されてる。で金星人で、まあ地球人があんまりにも追いつかないから、まあちょっといろいろな言葉を使っていろんなことをしてきたけれども、ちょっと限界だったなみたいなのは書いてるんですよね。で、僕は実際にじゃあ本当に金星人だったかなと思って僕なりにいろいろ今日聞いてみて言ってたのは、まっすぐな、まあまっとうな金星の人じゃないけど、金星霊団の中の人だったっていうふうに言われるんですね。彼らが発明して、もしその時代の既得権益に邪魔されなければ、できてたのは、電線を使わずに地球上に電気を送れるっていうのができたでしょうね。すごいね。発明されてたと思います。まあ今の JP モルガンの前身のね、モルガンさんたちがお金を出して、まあいろいろとこう研究していたんですけど、途中で打ち切ってるんで、まあその時の電気関係やってるのモルガンなので、まあこれ既得権益危ないよねってことで潰された可能性もあるよね。まあ都市伝説界隈では有名な話だったりもしますよね。あとテスラコンとかもね、僕なんかもともと電気関係なので、テスラさんは相当勉強してましたけどね、そういうね、まあ人たちも含めて、テスラさんが紹介したのか、連れてきたかわかんないけども、宇宙人もいっぱい入ってきて、今の電子レンジとかね、いわゆる医療機器とか、まさに MRI とか、CT スキャンとかね、あと口でカプセルで飲んで、いろいろね、調べたりとかするのいっぱいあるでしょ。そういうのはもう宇宙人が作ったものです。とにかくお父さん昔から言ってたのは、こんなのマイクロチップになった段階で、もうこれ確実に宇宙人だよっていうのをね。NSI ね。こんな小さいもの集積回路ね。まあ作れないですよね。僕なんかもともと、何ていうんですか、基板を銅線で、こう、全部シール貼って作ってきた時代なんで、集積回路って言って、すごいもう、これぐらいの小さいチップがいろんなものを動かしたりするんですよ。携帯の中に入ってるじゃない。ああいう時点でもう僕らの想像を超えてます。誰が作ったんだっていう。一応形上どっかのチームで出ますけど、本当かなみたいな。まあ出所は宇宙人ってことですよね。宇宙人が作ってますね。まあ、そう作った人も宇宙人かもしれないですね。ああ、なるほどね。確かに確かに。でも2100年の時代って前も言いましたが、そこまででもそんなに変わってないですよ。ただ言えることは前も言いましたけど、空中都市があったりとか、まあ地下都市がすごく発展していくしね。その間に逆に言えば、もしかするといろんな災害があって、地上のものが変わっていくところもあるかもしれないね。能登の方だってね、もう4メートルも隆起したりとかするわけで。今のやっぱり日本のインフラがね、何十年もね、前のものでしょ。そうすると、ちょっと古いっていうのもあるし、あと人口が減ってる分だけ、これ作り直したところでどうなんのって話だ。例えばね、こういうことで新幹線なんかでもね、30万人の人が、降りる人が増えるだけで新幹線どうせるんだよ。年間で。たった30万人よ。そう、駅に。駅に。ってことは、駅が止まんないところは30万人の観光客がいないってことですね。そうだね。もっと言ってしまえば。じゃあ、30万人来るよと。こうなった時に、じゃあ新幹線作りましょうってなったら40年かかるんで。そこから40年。そう。まあそういうのも含めて早くなりますね。今の考え方だと40年かかるけどね。2100年の未来っていうのは、そういう意味ではだいぶ地上は変わってるかなっていう気はしますね。電磁波だっけで動くっていう話でしたもんね。リニアですね。基本的には全部電磁波の問題が解決していて、体に悪影響を及ぼすと思われていたものが、まあこういうふうにすることによって電磁波とうまく付き合いますよっていうことが発明されるので、そうすると電磁波に勝る力はないんですよね。これはまあ反発の力ですから、一番安全じゃないですか。まあ基本はそのリニアっていうのは反発力を使った電気の力ってことですね。なるほど。あとはちょっと難しい話ですけど、今電気って直流と交流っていう考え方があるんですね。直接こう行くのか、こう、
動かしながら行くのかっていう電気の使い方があって、エジソンが直流をやった。テスラがまあ、工事を作ったんですけども、それを超えていく新しい電気の使い方っていうのも2100年には生まれている。だから電気のうまい使い方と、いわゆる電磁波、まあ、いわゆるそのマグネットのね、力を使ったインフラが2100年には、まあ、中心になる。まあ、明るい社会ですよ。エコですよね。そうですね。エコロジーですよ。だって、どちらかというと、今は石油とかっていうのを掘り出して燃やして使うとか、じゃないですか。あれ、自然にあるものを利用するだけだから、そこで損なうものが何もないんですよね。反発力使う力って一番いいと思うんですよ。確かに確かに。そこにやっぱりたどり着くんですよね、2100年に。煽っていく人たちは多いよね、最近ね。これ最後に話したいけど、こういう未来の話とかすると煽る方多いですけども、メディアの考え方として、やはり煽っていくことによって恐怖神話を植え付けて、じゃあその続きを見たいっていうのは、今までのメディアの作り方だったじゃないですか。で、私たちがやってるこの動画もやっぱメディアなので、まあ、今後ね、これ、動画配信サービスとか、こういう動画を使ったいろんな情報伝達ってこれが増えるんですよ。もっと増えていきますが、動画作る皆さんもね、こう時代の先端の話しますよ。煽ることやめた方がいいですよ。あと恐怖感を植え付けることもみんなやめていくんで。で、やめていった人たちが逆に残っていきますよ。まあ、いろいろ今、週刊誌も含めていろいろね、脅したりとか増えてますけども、それも逆方向にみんな今、これから変わっていきますので、これからの時代ってね、今までは平和で想像上で恐怖だったじゃないですか。これからって現実が恐怖になっているので、私たち自身が平和じゃないと生きていけない時代になっていきますから、今もう現実も恐怖、頭の中も恐怖ってなっちゃって行き場所がなくなって亡くなる方も多いので、こういうところはね、私たち逆にメディアを逆に今作ってる側の皆さんの話ですよ。メディア側の責任っても絶対ありますから、あえてね、いいこと言おうと思ってポジティブに言ってるわけじゃなくて、ポジティブな要因を探して喋っていくってことはとっても大事だと思います。そういうふうにしていかないと、もう現実がネガティブなのに、言ってることもネガティブで言っていくと、どこにも救いがないんですよ。それはメディアとして僕は皆さんに届けていくね、みんなが見ていく、感じていくその文化として大丈夫ですかっていうのはすごくありますね。そうですね。やっぱり不安って本当にね、一番こう特に未来への不安って見えないからこそね、余計にこう不安感が大きくなってしまいますからね。はい。ぜひね、2100年の話でね、ちょっとメディア論みたいな話になっちゃいましたけどもね、そういう責任を僕ら家族は感じてね、今この動画を撮ってますのでね、より良い未来にね、向かってね、まだ2100年まで時間ありますけど、ポジティブに進んでいけたらというふうに思います。